こんにちは、くまこです。今日は日本橋から神田川を巡る船旅に出かけます。今回予約したコースは、神田川口お花見コース90分。歴史を感じる神田川周遊に、隅田川の桜をプラスした特別なコースです。川から見た東京の今をご紹介します。それでは、早速行ってみましょう。今日は2026年3月24日。先日、桜の開花が発表されましたので、一足早いお花見をしようと思います。やってきたのは、日本橋のたもとにある日本橋船着き場。ここから出港している日本橋クルーズに乗船して、川から桜を眺めます。今回予約したのは、90分間の特別なコース。今日は通常のルートとは逆に、まずは隅田川を目指して進んでいきます。それでは、早速乗り込みましょう。日本橋のキリンには、ここから日本中へ羽ばたけるよう翼が授けられました。その翼に見守られながら、船はゆっくりと向きを変えて動き出します。安全を支える2名の船長、そして旅を彩るガイドさん。この3名体制で東京の歴史を巡る90分が始まります。船が向きを変えると大規模な工事の様子が見えてきました。これは日本橋の頭上を走る首都高速道路を地下に移設するためのプロジェクト。まだ準備段階のようですが、五街道の起点であるこの場所に広い空を取り戻そうという壮大な計画がいよいよ動き出しています。今ちょうど通過しているのは江戸橋ジャンクションの下。実はここ、1963年、最初の東京オリンピックの1年前に誕生した日本で初めての高速道路ジャンクションなのだそうです。当時はわずか3、4年という驚異的な速さで建設されましたが、これを地下化して景色を元に戻すのには20年もの歳月がかかるとのこと。変わりゆく東京の姿をこうして間近で眺められるのは今だけの貴重な体験ですね。今日はですね、通常の神田川コースプラスプチ、お花見コースということになっておりましてね、このソメイヨシノ、どれだけ咲いているかちょっと楽しみ。さて、いよいよ最初のお花見スポットに差し掛かりました。日本橋川水門の対岸に広がる第一のポイントと言いたいところですが、ご覧の通り桜はまだつぼみのまま。このソメイヨシノ一番遅いものですから、まだ咲いておりません。他のところもう少しね咲いておりますので、はい、だそうです。本当かなと少し疑いつつ、ということはこの先は期待できそうですね。期待を胸に船を進めていくと、いよいよ隅田川との合流地点が見えてきました。その手前で私たちを出迎えてくれたのがこのしだれ桜。手前の防波堤で半分ぐらい隠れちゃっています。綺麗ですけどちょっと遠いですね。壁越しの桜を後にして船はいよいよ広大な隅田川へと踊り出ます。青空の下、堂々とした姿で現れたのは永代橋。この歴史ある橋をくぐり抜けた先に360度ソメイヨシノの絶景ポイントがあるそうです。これは期待値が上がりますね。永代橋をくぐり、視界が一気に開けました。今回のハイライト、360度ソメイヨシノのポイントです。右手には新川公園、正面のタワーマンションの足元には石川島公園、そして左手、晴海運河へと続く岸辺にも見事な桜並木が続いているようです。まさに三方向ソメイヨシノに囲まれた絶好のポイントですが、ご覧ください。見事なまでにオールつぼみです。360度どこを向いてもこれから咲くぞというエネルギーに満ち溢れた力強い茶色の枝。満開の景色は
もはや私の想像力で補うしかありませんね。ちょっとまた今の水上バスの隅田川を満喫した後は再び神田川方面へ。振り返りますと、先ほどの水上バスの越しに永代橋とスカイツリー、今日は大変よく綺麗に、見えております。永代橋の向こう、遠くにスカイツリーが見えてきましたね。あちらに向かって船は進んでいきます。永代橋をくぐり抜けると、左手には大島桜の並木が見えてきます。ですが、咲いているのはなんと先頭の木だけ。でもこの1本だけでも綺麗な白い花を見られてよかったです。実は桜餅の葉っぱはこの大島桜が使われているそうです。皆さん食べられますか？桜餅の葉っぱ。ある調査によるとね、84% の人が食べるそうです。ただ日本和菓子協会はね、食べないことを推奨されています。食べない方が桜餅の風味をね、より感じることができるそうです。はい、当時世界で一番美しい。続いて正面に現れたのは重要文化財の清洲橋。ドイツのライン川に架かる橋をモデルにした気あふれる姿は隅田川の貴婦人とも呼ばれています。清洲橋の優美な姿を堪能しながら進むと、右手の岸辺に松尾芭蕉の像が見えてきます。実はこの辺り、かつて松尾芭蕉が居を構えたゆかりの深い場所なんです。ここでガイドさんからちょっと面白いお話が。松尾芭蕉都市伝説がありましてね、夜になりますと座り直して下流の清洲橋の方を向いて座るというね、そんな都市伝説も言われる、松尾芭蕉なんですね。なんとこの芭蕉さん、夜になると向きを変えて座り直すという噂があるそうなんです。座り直すというそんな都市伝説の言われる松尾芭蕉ですけども、この後ですね、午後5時になりますとモーターで。ですが、その正体はなんとモーター駆動の電動式。17時になると川の方を向いて座り直すんだそうです。ハイセイもかつて暮らしたこの町の夜景をじっくり楽しみたいのかもしれませんね。続いて見えてきたのは四王橋。古代将軍徳川綱吉の時代、1693年に架けられた隅田川で2番目の橋です。近所に住んでいた松尾芭蕉も日本橋に行くのに便利になったと、この完成をとても喜んだそうです。はい、先ほどの新大橋、江戸の時代2番目に架けられたのが新大橋。1番目に架けられたのはね、この前方。いよいよ前方に両国橋が見えてきました。第4代将軍徳川家綱の時代、1659年に架けられた隅田川で最も歴史ある橋の一つです。この両国橋が架けられた時、まだこの右側ですね、川の右側、これ今の区で言いますと墨田区になりますけれども、まだ江戸の町ではございませんでしてね、右側は下総の国です。左側は武蔵の国。2つの国をまたぐ橋ということで、両国橋というふうにね、名付けられました。で、今日は神田川柳橋をくぐりましてね、この後隅田川に別れを告げ、船はいよいよ神田川の入り口へ。ここで船長さんの粋な計らい、船をゆっくりと旋回させてくれるんです。360度ぐるりと変わる景色。目の前に現れたのは青空に映える堂々たる東京スカイツリーです。そして澄み切った空に一直線の飛行機雲。最高の景色と奇跡のようなタイミングです。隅田川に別れを告げ、船はいよいよ神田川の迷宮へと潜り込みます。最初に迎えてくれるのは風情あふれる柳橋。
橋をくぐると、両サイドには出番を待つ屋形船がずらりと並んでいます。江戸の昔からここは船遊びの拠点。川幅が一気に狭くなり、手が届きそうな距離に迫る景色に思わず背筋がワクワクしてきますね。これ江戸時代に作られた川でございますけれどもね、じゃあ江戸時代もその洪水、どうしたかといいますと、洪水対策が行われておりまして、この辺り隅田川からずっと1キロほど、この辺り左側だけですね、高い土手が築かれております。大雨の時に水が迷宮のような神田川の壁。引かないように、実は日本橋側の土手をあえて高くすることで、江戸の町を敵や洪水から守る防衛線の役割を果たしていたんだそうです。神田川の両サイドを見比べてみると、左側の日本橋側は土手が高いため、船からはビルの1階が見えています。一方で右側の景色はなんと1階が見えず2階が見えているんです。土手の高さの違いがビルの見え方まで変えてしまう。現代の東京に残る江戸の境界線をこうして肌で感じられるのがクルーズの醍醐味ですね。神田川はいよいよ秋葉原エリアへ。両サイドは高いビル。秋葉原の気配はするのに街の姿は全く見えません。と、正面に万世橋が見えてきました。万世橋の手前から一瞬だけ秋葉原の景色が見えるそうなのですが、はい、一瞬しか見えません。はい、はい、ちょうど右側、船長がね気を利かせていただいて、石丸電機のテーマパークが今ソング流していただいて、今エディオンがあると石丸電機さんがねありましたね。はい、ちょっと船長からの。はい、ちょうど万世橋をくぐりまして、そしてくぐりますと左側ですね。マーチ駅仏神田万世橋というねところ、ここに昔万世橋を過ぎると見えてくるこの美しい赤レンガ。実はここ、かつては東京駅にも匹敵する大ターミナル万世橋駅があった場所なんです。設計したのは東京駅と同じ辰野金吾氏。そのため当時の姿は今の東京駅とそっくりだったそうです。もう東京駅そっくりです。こんな感じですね。赤レンガの余韻に浸っていると、正面に鮮やかな緑の鉄橋が現れました。ここを走るのは黄色いラインがトレードマークの総武線。ありましたのはこの右側です。これお茶の水分水路といいます。鉄橋のすぐ下、コンクリートの巨大な口が見えてきました。こちらはお茶の水分水路の出口だそうです。今回は上流へ向かうルートなので、水の出口から先に見ることになります。大雨の際、神田川のあふれそうな水を地下へ逃がし、ここから安全に排出する。私たちの知らないところで東京を水害から守り続けている、まさに巨大な排水溝なんです。続いて正面に見えてきたのは昭和7年に作られた印象的なハの字型の鉄橋。奥に見える聖橋の上には今日もシャッターチャンスを待つ鉄道ファンの姿が見えます。最近では新海誠監督の映画の舞台になったこともあり、海外の雑誌でも紹介されるほど世界的な人気スポットです。そんな話をしていたら見てください。丸ノ内線、中央線、そして総武線、3つの路線が今完璧なタイミングで交差しました。まさか船の上からこの奇跡の瞬間に出会えるなんてすごいタイミングです。丸ノ内線のガードをくぐると現れたのは聖橋。1927年
震災復興の象徴として架けられた築100年の名橋です。北の湯島聖堂と南のニコライ堂を結ぶことから聖橋と名付けられました。江戸の学びと異国の祈り、2つの聖地をつなぐこの美しいアーチはまさに東京の宝物です。ちょうどお茶の水の駅まで、やってまいりまして、この左側ですね、お茶の水の駅、聖橋をくぐると現れる圧倒的な鉄骨の要塞。実はお茶の水駅、この切り立った崖という地形ゆえに都内でも最後までバリアフリー化が難航した最後の難所だったんです。これまではエレベーター1台設置するスペースもなかったこの場所に、今川の上に巨大な土台を築き、誰もが使いやすい駅へと生まれ変わろうとしています。ちょうど正面、お茶の水橋という橋ですけれども、かなり高いところ人が歩かれてますよね。続いて正面に見えてきたのはお茶の水橋。高いところに橋があるのでまるで深い渓谷のようですが、実はここ江戸時代に人力だけで大地を20メートル以上も掘り下げられた人工の川なんです。重機もない時代にこれだけの土をどうやって運び出したのか。幕府が威信をかけて成し遂げたまさに江戸のメガプロジェクト。船から見上げると当時の人々の凄まじい執念と400年の時を経ても変わらない圧倒的な迫力にただただ言葉を失います。人力で20メートルも掘り進めたこの壮大な切り通し、実は江戸城をぐるりと囲むお堀をひらがなののの字のように配置する壮大な防御計画の一部だったんです。敵が簡単に城へ近づけないよう、あえて迷路のように川をつなぎ大地を削る。この深い谷底を船で進んでいると、徳川幕府の絶対に城を守るという執念が時を超えて肌で伝わってくるようですね。この辺りは別名お茶の水渓谷と呼ばれています。都会の真ん中に現れるこのダイナミックな景観は、実は全て人の手で作られた人工の絶壁です。その圧倒的な迫力は今や世界的に有名なスポットとなっています。続いて見えてくるのは水道橋。その名の由来は江戸の飲み水を運ぶ神田上水の架け碑、つまり水の橋がここを渡っていたからなんです。川の上にもう一本水の道が立体交差していた江戸のハイテクインフラ。今はその姿はありませんが、橋の名前にその記憶が刻まれています。水道が見える橋ということで水道橋というふうにね、呼ばれる。右側、ここが先ほどのお茶の水分水。水道橋の手前、左手に見えてきたのがお茶の水分水路の入り口です。先ほど見た出口よりも入り口の方はさらに巨大。増水した神田川の水を一気に飲み込み地下へと逃がす。この巨大な口が私たちの町を水害から守ってくれているんですね。近くで見ると吸い込まれそうなほどの迫力です。洪水が起こらなくなったというわけでございますね。水道橋をくぐると見えてくるのが東京ドームへと続く後楽橋。華やかなレジャー施設のすぐそばですが、視線を落とすとそこには消えない戦争の記憶が刻まれています。橋の鉄骨には落とされた爆弾が貫通した跡が生々しく残っているんです。はい、こちらでございますね。はい、爆弾が通過した後です。はい。そして左側のコンクリートが最後ね、そして左手の石積みの壁、よく見るとボコボコと穴が開いています。これは空襲の際の機銃掃射の跡。400年前の江戸の知恵、100年前の震災復興、そして80年前の戦争。神田川は
東京のすべての歴史を飲み込んで流れているんですね。これから日本橋川、これから入ってまいります。神田川を離れ、船はいよいよ日本橋川へと入っていきます。中央線の鉄橋をくぐり、日本橋川へと足を踏み入れたその瞬間でした。視界に飛び込んできたのは、見事なまでに咲き誇る満開のしだれ桜。都会の無機質な鉄橋と優美に枝を垂らす桜のコントラスト。都会のクルーズだからこその特別な景色ですね。一方、右手に続くソメイヨシノの並木道はまだ深い眠りの中。先ほどのしだれ桜とは対照的に、こちらはまだ一輪も咲いていません。でもよく見てみると枝の先にポツポツと数輪だけ咲き始めていますね。よく見ないと見逃してしまいそうですが、ソメイヨシノも着実に開花の準備を進めているようです。ソメイヨシノのつぼみを探していたら、もっと古い江戸の足跡を見つけてしまいました。岸辺に力強く積み上げられた巨大な石の数々。実はこの中には、築城を命じられた各大名たちが、これはうちの藩が治めた石だぞと刻んだ名前や刻印が残っている場所があるんです。田んぼの田の字が。田んぼの田の字、これは加賀藩前田家の刻印と言われています。400年前の技術者たちのサインが今もこうして私たちの目の前にある。春の訪れを探す旅はいつの間にか壮大な歴史のタイムトラベルへと変わっていました。そして石積みを通り過ぎたその先に待望の瞬間が待っていました。ついに見つけた満開のソメイヨシノ。周囲の木々がまだ深い眠りについている中、この一本だけがまるで魔法にかかったように鮮やかに咲き誇っています。なのかよく理由は分かりません。一説によると、このパイプの中にあったかい水が通ってるんではないかという人もいらっしゃいますし、なぜこの一本だけが満開なのかはわからないそうです。そして右側ソメイヨシノ、3本ございます。そして旧気象庁の建物の前、そこには3本のソメイヨシノがひっそりと佇んでいます。今でこそ東京の開花宣言といえば靖国神社の木が有名ですが、実はかつてここにある3本こそが東京の標準木だったんです。1960年代半ばまで東京の春の訪れを世界に告げていたのはこの場所でした。木蓮の花に癒されながら船は再び神田の町へと戻ってきました。前方に見えるのは神田橋。100年前の関東大震災からの復興を象徴する力強い造りの橋です。その先では新しい風景が産声を上げています。現在建設中の中通り散歩橋、そして左手には江戸時代から物流の拠点として栄えた鎌倉橋の船着き場。江戸の活気、震災からの復興、そして未来へとかかる新しい橋。このわずかな距離に東京が歩んできた時間の重なりが凝縮されています。この首都高速、これ八重洲線という道路なんですね。昨年の4月。続いて右側に見えるのは首都高速八重洲線。驚くことにここからなんと10年もの間通行止めになるそうです。実はここ首都高を地下に通す新しいトンネルの入り口になる場所なんです。ここから地下へ入りましてですね、しばらくしてからシールドマシーンでこの川の下掘っていくということになる。正面は大正7年完成の中央線の鉄橋。100年以上現役のこの橋には当時の鉄道紋章が刻まれた全国的にも珍しい遺構です。鉄橋、大変珍しいのは当時の JR
鉄道員の紋章がこれ飾られておりましてね、大正7年と、文字も描かれております。そして船は日本橋へと戻ってきました。重厚な常盤橋と象徴的な緑の屋根、日本銀行本店が姿を現します。明治に建てられた日銀のネオバロック様式と大正の息吹を残す橋の造形。ここは近代日本の夜明けがそのまま形になって残っている特別な場所です。ゴールを目指す私たちの頭上を追うこの首都高速。あと9年。2035年には地下へと道を譲り、その後5年をかけてこの巨大な構造物は姿を消します。2040年。そこに現れるのは今私たちが仰ぎ見ている圧迫感ではなく、広大な大空の下に佇むかつての水の都、日本橋。私たちが今見ているこの薄暗い景色も、いつかあの頃はこうだったねと懐かしむ貴重な記録になるのかもしれません。そしてついに旅の終着点、日本橋が見えてきました。橋の中央で翼を広げるのは伝説の霊樹、キリン。この翼には日本の道路の起点であるここから東京の繁栄が世界へ飛び立つという願いが込められているそうです。でも華やかな姿だけではありません。橋のアーチの下に目を向けると、そこには100年前の関東大震災による火災の跡が今も黒く生々しく残っています。震災を乗り越え、戦火をくぐり抜け、そして未来へと羽ばたく日本橋という場所が持つ本当の強さを改めて肌で感じた瞬間でした。ガイドさんの言葉が胸に響きます。2040年、首都高が去り、この場所に青空が戻った時、真のシンボルとなるのは、この日本橋の上で今まさに飛び立とうとしているクリーン。400年の歴史を見つめ、震災の火災にも耐え抜いたその翼が、ついに遮るもののない空へと高く誇らしく羽ばたく日がやってきます。私たちが今日旅したこの川の記憶も、その未来へと続く一本の道。14年後の空を想像しながら今回の旅を終えたいと思います。お目当てのソメイヨシノはまだほんの数輪。でもだからこそ東京の歴史を隅々まで見つめることができた壮大な90分間でした。この動画が公開される4月2日にはきっと水面を覆うほどの満開に出会えるはず。都会の軽装を離れ400年の時を旅する船遊び。ぜひ次の週末にお出かけしてみてはいかがでしょうか。それではまた次回の旅でお会いしましょう。